Please use English subtitles. よちょんわんずー。どうもこんにちは。ジェニュエウォッチです。いきなりマニアックな質問を何個かさせてください。今回比較しようと思っているこのモデル、ツナっていうニックネームで有名な時計です。では、このツナの形のモデルが初めて発売されたのはいつでしょうか？はい、正解は1975年です。この高いデザイン性の時計がその時からあったなんて考えられますか？しかもその当時からこのくねくねとしたバンドのデザインは採用されていました。でもその時の防水性能は600メーターです。今回のモデルは1000メートル防水。何が違うと思いますか？材質が違う？答えはノーです。ケースの材質は1975年のモデルもこのモデルもチタンです。では正解はというと、ワンピース構造になったこと。見ていただくとわかる通り、裏蓋がありません。さて、少しツナの知識を知ったところで、今回のモデルを比べてみましょう。左が SBBN025、右が SBBN040 です。それぞれの特徴を見ていきましょう。こちらのモデル、今60歳以上の方なら見たことあるかもしれませんが、1978年に発売されたモデルの復刻版です。個数限定1978本の商品です。マットなゴールドカラーの雰囲気が高級感があっていいですね。こちらのモデル、ダースツナというニックネームで呼ばれている時計です。本当に真っ黒。ダイヤルを比較してみましょう。若干のデザインの違いがありますね。ガラスはサファイアガラスですが、内面無反射コーティングがされていないので、実際に目で見ると少し見えにくい感じがしますが、海の中ではそんなコーティングは必要ないのでしょう。大きく違うのは自身、分身のデザインですね。針を見て面白いなと思ったところがあります。自身分身に光が当たった時の様子を見てください。こちら025、こちら040。見えますか？虹色に光が反射しているんです。025の針はマットな質感。040はつるっと光っていますね。夜光塗料もチェックしてみましょう。このような感じです。どちらの光もめっちゃ強く、とてもはっきり見えますね。カレンダーは025は黒のウィール、040は白のウィールです。ちなみに日本で発売されているこのモデルは、このように日本語の漢字の曜日も表示されますが、海外で発売されているモデルはどうなっているんですか？違う言語？
もし知っている人がいたらコメント欄から教えてくださると幸いです。次はベゼルを見てみましょう。ダイバーズウォッチなので逆回転防止ベゼルがついています。回した感じを見てみましょう。ケースの外側をセラミックのプロテクションでカバーしているので正直回しにくいです。そしてかなり硬い。これは逆に言うと誤作動する可能性がかなり低いということ。海の中では絶対にベゼルは回転してはダメなのです。これだけ硬かったら安心です。ちなみに040の方がめちゃくちゃ硬いです。これ以上速い速さで回すことができません。これは個体差があるものなので他の個体がどうかは分かりませんが、どちらの時計も 7C46 のクォーツです。精度は月差プラスマイナス15秒。すごいことに電池の寿命は5年です。ただこれは買った日から5年持つという意味ではありません。電池を入れた日からという意味です。じゃあいつ電池が切れるかわからないんじゃって思いますか？ケースの裏を見てください。数字の刻印と小さく点が打たれています。これは次回の電池交換の時期を示しています。なんと日本だと初回の電池交換が無料のチケットが購入時についてきます。しかしこれは残念ながら日本国内でしか使用できません。海外の人が日本に来た時に買って母国へ帰った場合は初回から電池交換の料金を取られてしまいます。最後に腕につけた様子を見てみましょう。腕周り 170mm の私がつけるとこんな印象です。大きいですね。サイズは幅 49.4mm です。040も同じサイズです。厚みも025と一緒です。厚みは 15.3mm です。驚いたのはこれだけ大きいサイズなのに軽いということ。チタンのケースとセラミックのプロテクションがナイスですね。重さはなんと 120g。 そしてラグがないんです。ケース本体に直接バンドがついているような形状です。それにより腕の細いでもフィットする形になっています。もちろん私の腕にもめっちゃフィットしています。あともう一つ違う点があります。それは価格です。025は割と割引されて売られています。それに対して040は限定品のためか割引されていません。そして定価も少しだけ高く設定されています。あなたが買うならどちらを選びますか？それではこれで 025vs040 を終わります。このチャンネルではこんな感じでいろいろな時計のレビューをしています。もし面白いと感じたのなら
チャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。